こんにちは、盆栽太陽です、本日もまた西川さんのところにお邪魔させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、この木がですね、過去、2年ほど前ですかね、はい、この動画の中でご紹介した木で、その時ですね、なんかこんな風になるとは私なんか思ってもみなかったんですけども、こんな木に、成長しまして、今この姿になっております。でまた今日もですね、西川さんの方で、お手入れとかその他いろいろなことを、また、なんていうんですかね、変えていただくということなんで、また一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ一つ、よろしくどうぞお願いします。そうですね、これ前回の時にはすごく盆栽になるかなというような素材だったと思います、はい、私もそういうことを記憶しています。で今回ですね、たまたま植え替えに今回入ってきたもんですから植え替えをしたんです、はい、それで、ちょうどこのねまた撮影の時期に重なりましたもんで、はい、で今日そういうことで、作業しようかと思ってます、はい、それでですね前回抜けなかった枝がこの中に随分含んでるんです。どうしてかと言いますと、やはり木を作っていく段階で我々もある程度の木のその時の持ち味または見栄えというものに対して枝を不必要な枝であっても残して作っている場合があります、はい、それは今回抜ける時期が来ましたもんで、今回はその枝を抜いていこうということです。でもただ抜いてこれでいいんですよじゃなくて、抜くからにはそういうどうして抜くかっていう説明がないと皆さんね理解していただけないもんで、その辺も含めて理解をしていただけるような作業をこれからしていこうと思いますので、見ていただければと思います。じゃあ早速作業始めます。まずねこの枝なんですがね、もう前回はねこの枝を作らないとどうしても葉組の状態、葉の枝叶の問題がありまして、この枝が必要だったんです、はい、でも今回はこの枝がいよいよいらなくなりましたんで、取ります。でこちらに前回2本出てた1本抜いてるんですよ。でなんでこんな正面枝残したかというと、横枝を残したり横枝を使った場合には木の立体感ではなくなりますから、奥行きっていうかね、そのためにこの正面枝を残してたわけなんです。で正面枝がなければやはり盆栽っていうのは姿として形成されないものもございますんで、正面枝がいけないんじゃなくてその時には必要ですよという意味で今回はこの木は残してあったんです。でも今回はさすがにもうここまで来ると本当にいらなくなりましたんで、これから取ります。これで随分動きが見えるようになったんですね、幹の動きがね、このずっと流れが。で私の方が考えてるのはやはりこれを抜いたことによってどこに面白みが出てきたかというと、この裏枝なんですね。この裏枝はすごくこの枝を抜いたことによっていいものを見せてくれてるんですよね。だからこれからこの枝を使いながら、また他の枝を使いながら立体感のある木に作っていこうかなということで、これからまたやっていきますので見ててください。非常にこの枝が利口な枝ですからね。西川さん、これ2年前にかけて、はい、でその後針金取るっていうのは半年ぐらい、いや1年2年間まではかけなかったんですけど、1年ちょっとかかってたんですよ。あ、かかってたんですか。それで針金がね食い込むとこだけ外してくださいよということでお客さんに説明しておきましたんで、はい、食い込んだところだけはどうも外していただいてたようですね。でだいぶ2年間経つとだいぶ芽数葉数が増えたような感じがするんですけど、はい、どんどん増えてきますね。2年っていうと2回新芽出しますからね。こんだけ変わっちゃうもんですか。はい、変わりますね。だから私も今日これ作業当たりにつき朝から見たんですけど、はい、2年ずっと随分葉もできてきて落ち着きが出るもんだなってのはやはり改めて感じましたね。随分葉も良くなったんですよ。前回はこれ葉性がすごく悪かったんです、伸びてたり葉も良くなかったんですけど、随分葉が変わってきましたね。ここまで持ち込むことによって、やはり持ち込むっていうのはこういうことなんでしょうね。
持ち込むっていう言葉使うとよく「いや私も持ち込みました」っていう話よく聞くんですけど、ほっといたことを持ち込んだって盆栽は言いませんからね。計量してたことを持ち込んだって言ってますから、水くれて意識って持ち込んだって言われたらちょっとそれ違いますんで、はい。これ樹形としては模様木っていうふうに考えていいんですか？はい、模様木になります。これはね。今枝取ることによってやっぱりその動きがよく見えるっていうのと、その懐が大きく空間が空いて、ちょっと模様木のイメージからやっぱりその木の味を出していくっていうのがすごく分かりやすくなっているような気がしますけどね。そうですね。やはりなんで今回取れるかって言いますとね、他の枝もできながらなんですが、やはりね、幹肌が来たことによってね、やはり枝がついていることで木が若く見えてしまうんですね。だから今回この枝を取ることで木の古さが出てきたわけですよね。より一層出てきたんです。肌が荒れたことで初めてこの枝が取れるという段階へ入ってきたということで今回枝取ってますからね。じゃあそんなんなら若い時にとっても同じじゃないかっていうけれども、やはり盆栽を楽しむ上に同じ取るなら早く取ってしまえば形がいいでしょっていう考え方もあるだろうと思いますが、やはりそうじゃなくて古さの出てきた時点で取ることによってその木の持ち味が初めて出てくるんです。じゃあだからその辺がねよく難しいんですよね。これ言葉で言うのは難しいんですけども、古さに応じた枝の数っていうのがありますから、やはり古い木っていうのは自然界でもそうなんですが、枝っていうのは古くなると自然に減っていくんですよね。減っていくと同時にそこに持ち味が出てきてこう何て言いますか、それらしさが出てくるんじゃないですかね。枝を取ってしまえば形が良くなるからっつってそれが全てということでは盆栽はないもんですから。だからやはり木が古くなった証じゃないですかね、枝数が減るということは。そんなふうに考えて木をいつもね作ったり見たりはしてるんですが、これからこの木は楽しめる木に変わってきますからね、またいいんじゃないですか。前回と枝の配置も下げ方も随分変わってきますからね。枝を取ったことによって変わって当然ですから、枝が多くなってきてますね。こういうところの枝なんかも残してもいいんですけど、ここの枝がこう膨らみを持たせて作ってみると重なって枝が見えてきますんでね、こういう枝ってやっぱり取れるということにつながってきますね。盆栽っていうのは面白いもので、作ってると枝が減っていながら出来上がった時には減った枝の数が減ってるのっていうくらいなんて言いますかね、減ったように見えないんですよね。やはりそれは枝の充実感とともに枝の配置によって雰囲気が変わってきてそう見えるんじゃないかなと思っていつも作業していますけれどもね。取った分だけ減って今良さそうなもんなんですけど、そうじゃないようですね、木作りをしてみますと。面白いですね。だから木作りっていうのはやっぱりそういう面白いところを見せてくれますからね。でまず今かけてますのはね、全体像を出すために各枝の大枝をかけて全体的な姿を作っていくわけですね。皆さんやりだすとどうも一枝一枝小枝をかけて仕上がってまた次の段階ってかけていくようなことをやられる方多いようですが、そうしますとね全体図が見えないんですよ。やはりこうやって大きく枝を配置することによって全体図が見えてきますから、一枝ずつかけていくということをやられるよりもこういうように大雑把に枝を作っていった方がきっと分かりやすいと思われますけども、これからやるから気をつけてやってみてください。よく奇形だっていう言葉がありますけど、奇形だ、うん、はい、やはり樹形っていうか幹の動きに対してやっぱりこの枝はっていう
そういう意味で奇形だっていうことを言うんですか。奇形だっていうのはやはりその木のなんて言いますかね、この木、この枝があるからものの良さがあるんですよっていう意味で奇形だという言葉をよく使いますよね。奇形だというとちょっとね聞き慣れない、盆栽界では奇形だってよく言うんですがね、やはり奇形だがあるからいろんなその面白みも出してこれる木も多いんじゃないですかね。この木に関してはこの右下の絵ですか、それともこの木で言えば奇形だというか、ね、どう言えばいいんだろう、これがちょっと奇形だってわけでもないんですよね、この枝はね。奇形だってわけでもないんですけれども、でもね、必要な枝なんですよね。やはり私なんか思ってるのは、やっぱりこの裏側がこの木の面白いところかなと思ってるんですよね、持ち味としてはね。今その照明枝を取ったことによって見えてきた枝、やはり大事な枝なんですよね、この枝がね。奥行きを出すって以上にその面白みがある。そうですね、この枝がもしなかったら平凡な木になってしまいますよ。でもこのね、今かけてる枝も大事な枝なんですけれどもね、でもこれ以上にこの裏枝が面白いんじゃないかなって感じてるんですけどね。前回より針金が随分ね細くて済むようになってるんですね。大きい枝の配置ってものはもうほとんど前回してますからね、細い枝で随分作業ができる次の段階入ったところになってますね、今はね。だんだん針金の数っていうのは減っていった方がいいわけですからね、いっぱいかければいいっていうことじゃなくて、必要な量をかければいいということで考えてますから。今この小枝の先っていうのは五葉松でよく針金で持ち上げるっていう、目起こしっていう、目起こしですね。これ見てるとなんかもうすでに十分目が上がってるように見えますけど、それでもやはり目起こしっていうことで。そうですね、やはりやってあげた方が御用の場合綺麗に見えますね。御用に限らずちょっと見栄えを考えるとちょっと目起こししてあげた方がやはり雰囲気がいいですからね。随分葉の長さは短くなりましたね。3分の1、切ったぐらいの葉の長さに変わってますからね、前回から見ますと。随分落ち着きも出てきたってことですね、こうやって見ますとね。やはり数年の単位でこれだけ木を変えてくるってことなんですね。本当にもう太い針金じゃなくてね、こういう細い針金で姿まとまっていくってことは理想ですね。今映像で見てても分かってもらえると思いますけれども、針金は伸ばさないようにかけてますからね。曲がってるものは曲がったまま使うということをね、過去の動画でも何度も申し上げてると思ってるんですが、針金は伸ばしたら硬くなりますから気をつけてください。
小枝まで全部かけてるわけじゃないんですよね、もうね。随分枝がもう落ち着いてきてますからね、かけなくても小枝がもうその位置に止まってる場合ありますからね、それはそのまんま使ってるということでね、かけない場合も結構あります。ここまで木ができてきますとね。